別をやめようと世界で一番最初に言ったのは日本人ですよ。戦後80年ですけども、この80年だけを振り返るんでは足りないと思うんですよね。明治維新から大東亜戦争の敗戦までが77年あるんです。明治維新の前、幕末ですね。それまで日本って戦争してたんですか？してなかったでしょ？それがなんで日本が対外戦争に出るようになったんですか？西洋列強が日本を開いて、不平等条約を押し付けて、関税自主権を奪い、無理難題を押し付けてきたから、我々の先輩たちは、この不平等条約を改正したい。日本をね、一等国にしたい。日本人の権利を外国の人たちと対等に持っていきたい。そういう思いで77年戦ってくださったんじゃないんですか？日本がいきなりですね、幕末に海外戦争を始めようとか言い出したわけじゃないし、日清戦争、日朝戦争も日本だけの思惑でやったわけではありません。77年ですよ。黒船がやってきてから、日本人は急激に国共兵をやって、みんなで一生懸命働いてですね、一等国目指したんですね。日清、日露、第一次世界大戦、戦争の連続でしたよ。あの時に日本人が、先輩たちが戦うことを諦めていたら、日本はただの植民地です。実際アジアはみんな西洋列強の植民地だったでしょ。日本だけですよ。アジアでちゃんと独立していたのは。自分の国で憲法を作り、軍隊を作り、国をしっかりと維持していたのは我が国日本、アジア唯一です。けれども第一次世界大戦が終わった後に日本人は国際会議、国際連盟の一員に入ってですね、常任理事国となってある提案をしました。そのことに私たちは誇りを持つべきですね。日本人が世界で一番最初に1919年だったと思います。言ったことは人種差別をやめようです。人種差別をやめようと世界で一番最初に言ったのは日本人ですよ。してねえっつってんだ！人種差別も外国人差別もしていません。そういうことが起こらないように制度をしっかりと作り直せと言ってるだけです。それをちゃんとやっておかなければ、アメリカやヨーロッパのように本当に民族同士の対立が激化して暴動が起きるわけですよ。明治維新からずっと77年戦って日本は80年前に戦争に敗れました。そして国際社会の中での発言権がなくなっちゃったんですね。非常にそれは悲しいことです。ね、しかも広島長崎に原爆落とされてね、東京大空襲されて、あれは戦争ではありませんよ。皆さん、原爆落とすのは戦争ではない。あれはジェノサイドです。虐殺です。